動画をご覧いただきありがとうございます。今回はペラペラじゃなくても英語で仕事をするための勉強法をご紹介していきます。現在私は英語でコミュニケーションを取る環境で仕事をしているのですが、私の英語力は決してペラペラとは言えません。それでもギリギリ仕事は成り立っています。今日はそんな私が仕事を回すために毎日やっている勉強法をお話ししていきます。まず結論として今回お話しする勉強法は、自作した英文をひたすら音読する、隙間時間にひたすら音声を聞く、単語帳をひたすら回すの3つです。今回はペラペラじゃなくても英語を使って働けるというテーマですが、この勉強法は仕事に限らず英語を話せるようになりたい多くの人のお役に立てると思うので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。それでは早速1つ目の勉強法、自作した英文をひたすら音読するについてお話ししていきます。これは単なる英作文ではなくて、主に仕事で使う単語だったり、よく説明する内容を英作文したものです。普段英語を仕事で使わない人の場合は、オンライン英会話の前に、今日職場でこんなことがあったんだよねとか、友達とこんな会話をしたんだよねといった例文を作って音読するのでもいいと思います。これの何がいいかっていうと、実際に使うことになる英文なので、自分事としてしっかり頭に残ることです。なので私も仕事を始めたての頃はかなりぎこちなかったんですが、毎日音読をしてさらに仕事で使っていくと、やっぱりその英文についてはスムーズに話せるようになっていきました。ここで、それって英文をただ丸暗記しただけじゃないのっていうふうに思う方もいるかもしれないですが、決してそんなことはなくて、作成した英文で使った単語とかフレーズって結構頭に残っているものなので、違う場面でも意外とさらっと口から出てくることもあります。例えばお客さんと話すときに、確認なんですけどという意味の just to confirm という定型表現を使うことがあるのですが、同僚との会話中にも自然と言えるようになっていたりとか、あとはオンライン英会話で just to confirm was the sentence I said earlier correct? と言って直前に自分が話した文章について添削してほしい時にもスムーズに言えたことがありました。また同じ英文を何度も仕事で使っているとやっぱり英文ごと覚えてしまっている時も正直あります。ただその場合でも英文の中で使われている単語を変えるだけで違った内容にできたりもします。こんな感じで実生活に即した英文を自分で作成してそれを毎日のように音読すると内容が自分ごとなので頭に定着しやすいですし、少しずつ応用も聞くようになるのでかなりおすすめの勉強法です。ちなみに私がメモしている例文の数はさっき数えたら116例文ありました。ただ一気に116例文を作ったわけじゃなくて、仕事前に今日これを説明しなきゃいけないなとか、昨日これうまく言えなかったなみたいな時に随時付け足していって現在の数になったという感じです。なのでこれから始める人はまずは5例文とか10例文とかから始めてみて、これ言えなかったなとかこれ言ってみたいなみたいなのが出てきたら随時追加するといった感じで全然いいと思います。この方法で毎週5から10例文ずつぐらい追加していって1ヶ月続けるだけでもかなりの数の例文が溜まってくると思います。それを日々音読してスムーズに言えるようになりながら、また別の単語とかイディオムとか話題を使って英作文して音読するといった流れを続けていければ同じような効果を実感できるかなって思います。ちなみに私は例文を作成した後はチャット GPT を使って文法的に正しいかとかより自然な表現があるかどうかを確認するようにしています。チャット GPT を使った英語学習の方法については以前も動画を作成しているので概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。ここで一旦動画の前提を付け加えたいのですが、今回ご紹介している勉強法はある程度単語とか文法の知識をインプットした後の方がより効果を実感できるかなと思います。参考としてこの勉強法を始めた当時の私の TOEIC のスコアは855点でした。ただ TOEIC の点数と英語を話せる感覚っていうのはちょっと別物かなというふうにも思っているので、800点以上じゃないとこの勉強法やっちゃダメみたいなことでは決してありません。例えば中学英語を一通り復習し終えたから一旦これまでの知識を使ってアウトプットを試してみようみたいなのも全然ありだと思います。なのでインプットとアウトプットの両輪を回すことが大事という前提でこの動画を見続けていただけたらと思います。続いて2つ目の勉強法の隙間時間に音声をひたすら聞くについてお話ししていきたいと思います。これは今回紹介する勉強法の中で一番楽で一番続けやすい勉強法かなと思います。私の場合は通勤や帰宅の車の中で音声を聞いているのですが、電車に乗っている時とか家事をしている間に聞くのも全然ありだと思います。この勉強法のポイントは慣れている音声を聞くのがいいということだと個人的には思っています。理由としては集中せずに聞けるからです。ここで集
中して聞かないと意味なくないって思う人もいるかもしれないですが、実際にこの方法が仕事で役に立った経験があります。例えば私は最近 All You Want Basic の音声を聞き直しているのですが、作業を終えた時などの表現として I'm done という表現が載っています。音声を聞きながら、こんなフレーズもあったなぁとぼんやりと頭に残る感覚があったのですが、先日同僚から書類書き終えたと聞かれた時にスムーズに I'm done と答えられた経験がありました。また、こんなフレーズもあったなぁと思った次の瞬間に、この表現今日仕事中にうまく言えなかったあの場面で使えるかもみたいにひらめく時もあります。個人的にはこの集中せずに聞いてぼんやりと頭に残る感覚とかひらめく感覚っていうのを結構大事にしていて、3ヶ月ほど続けて感じたこととしては、思い出そうとしなくても口から出てくる瞬間が増えたということです。なのでもし単語帳とか参考書などの慣れてる音声があれば、それを改めて聞いてアウトプットにつなげてみてください。また隙間時間でも音声聞いたら効果を実感したよっていう方がいたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ちなみにこの勉強法の注意点として、全ての隙間時間を音声学習に費やす必要はないかなと思っています。例えば私の場合、仕事のお昼休みに音声を聞くこともできるのですが、昼休みは昼寝するようにしています。TOEIC などのテストの直前で追い込まなければならないという状況でない限り、休憩も大事にしながら長く英語学習を続けていける工夫も大事かなって思っています。ここからは3つ目の勉強法の単語帳をひたすら回すについてお話ししていきたいと思います。ここまで1つ目の勉強法では実際に使う単語やフレーズを音読する。2つ目の勉強法は慣れた音声を聞き続けるといった限られた範囲の英語だけを使った勉強法でしたが、やはり継続的なインプットも必要だなと感じて今でも単語帳を回しています。なぜかというと、例えば自分が話すことだけを考えたら限られた範囲の英語だけでもある程度はやっていけると思います。ただ実際に相手とコミュニケーションを取るとなると、相手が使う単語を私が選ぶことはできないからです。例えば、最近私が取り組んでいる単語帳は Distinction 2000なのですが、最近同僚がおそらくとか多分っていった意味の presumably という単語を言ったのがはっきりと聞こえました。これまで私が取り組んできた参考書の中には、この単語は見出し語としては載ってなかったと思うのですが、Distinction 2000でインプットを継続していたからこそ聞き取れたんだと思っています。また、自分が話す立場だったとしても、語彙が広がれば、より詳細に自分の考えとか気持ちを伝えられるので、誤解が生じることなくスムーズにコミュニケーションできる実感があります。そして何より自分の表現の幅が広がると成長を実感できて単純に楽しいなって思います。なので動画をご覧いただいている皆さんが英会話を楽しんでいたり、仕事で英語を使ったりといったアウトプット中心のフェーズにいるとしても、インプットを継続していくことは英語力を磨く上では必要なことなのかなっていうふうに考えています。こういった考えから3つ目の勉強法として単語帳をひたすら回すを日々実践しています。ちなみにディスティンクション2000も含めてこれまで私が取り組んできた参考書は前回の動画で紹介しています。こちらも概要欄にリンクを貼っておくので、ご興味がある方はぜひチェックしてみてください。というわけで今回はペラペラじゃなくても英語で仕事をする勉強法を3つご紹介してきました。今回紹介した勉強法は人によっては新しいものではなかったかもしれないです。ただ勉強法を知っていることと知っている勉強法を実践することは違いますし、私自身知っているけれど実践したことはなかった人の一人でした。例えば1つ目の作成した英文をひたすら音読するについては以前から知っていた勉強法なのですが、英作文まではやっていたけどひたすら音読まではできていなかったです。ただ音読までをセットで行うことで作成した英文が自分の言葉として身についていく感覚があります。今回紹介した勉強法が全員にとってのベストな勉強法とは限らないですが、この動画が今まさに英語を勉強している人とか、これから英語を使って働けるようになりたいと考えている人の少しでも参考になれば嬉しいです。私もまだまだ英語勉強中の身ですので、動画をご覧いただいている皆さんと一緒に成長できればと考えております。今後も英語を使って働く中で経験したことや英語の勉強法などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya!